はい、こんにちは。YMCK の余村です。マジカル8ビットプラグ講座ということで、私が作ったソフトシンセプラグインマジカル8ビットプラグの解説をしていく動画です。今回は3回目ですね。マジカル8ビットプラグのパラメータについて解説していきます。さて、もう早速ですけれども、ロジックが使えるようにしてあります。はい、パラメータがね、いろいろありますけれどもね、順番に見ていきたいと思います。まずですね、このパルスのパラメータは前回見ましたので、今回は省略します。で、こちらのエンベロープから解説していきたいと思います。エンベロープはですね、DTM やってる方にはおなじみのパラメータなんですけれどもね、一応、振り返っておきます。アタック、ディケイ、サステイン、リリースというね、パラメータからなっています。で、アタックが音が立ち上がるまでの時間。ディケイがこのサステインのレベルまで音量が下がるまでの時間、そしてリリースが鍵盤を離してから音量がゼロになるまでの時間ですね。アタック、ディケイ、リリースは時間なのにサステインだけがレベルっていうのはちょっと紛らわしいですけれどもね。はい。ですね。で、このサステイン1で他のパラメータ0っていうのがまあ基本的なすごいベーシックなセッティングですけれども、それはこんな音になります。ポーポーって音ですよね。はい。で、これに減衰ですね。ピアノのような減衰を加えたい場合は、サステインの値を下げて、ディケイの値を上げるとこんな感じになります。はい、ちょっとピアノっぽくなりますよね。はい、逆にですね、アタックの方を遅くすると、こんな感じになります。立ち上がりの遅い音ですね。オルガンなんかに使える音かなと思います。もっと遅くするとなんか神秘的な音がね作れたりします。はい、こんな感じですね。あとリリースをつけると、こんな感じで余韻が鍵盤を離した後にね余韻ができます。でですね、パルス波でやるとこんな感じですけれども、ノイズでやるとねまた違った感じになります。こんな感じでこんな感じでディケイの短い音をやるとちょっとハイハットのようなね音ができます。これをまた低い音程で弾くとスネアのようなね音色が出せたりします。でこれをもうちょっとディケイを長くするとクラッシュシンバルのような音ができますね。でこれを低い音程で弾くと爆発音のような音ができますね。エンベロープだけでも結構いろいろ表現ができるのでいろいろ試してみてください。さあ、次なんですけれどもね、ベンドレンジ。これも DTM をやってる方にはおなじみのパラメータだと思います。例えば、こんな感じでファの音を弾いてたとして、ピッチベンドを加えると、こんな感じで音程が変わるわけですけれども、ベンドレンジを増やすと、より音程の変化が大きくなるという感じですね。で、ここの数字なんですけれども、これは半音単位です。1だと半音。で、12だと1オクターブになります。はい、これがベンドレンジですね。で、このですね、ピッチベンドを自動でかけるというのがこのオートベンドというパラメータになります。これはですね、イニシャルピッチとタイムというパラメータからなっていまして、イニシャルピッチは本来の音程とどれだけ違ったところから音程がスタートするかというパラメータです。このマイナス12という設定ですと、本来の音程の1オクターブ下から音程が始まります。で、0.1秒後に本来の音程に戻るという設定になります。これはですね、こんな音色になります。先ほどのピッチベンドも消してありますね。ピッチベンド消してあるのにこんな風にベンドがかかると。もうちょっと時間を遅くすると分かりやすくなるかな。はい、こんな感じになりますね。で、これはですね、タムのような音色を作るのにも使うことができまして、逆にこう高い方から降りてくる設定にしつつ時間を短くしますね。そしてかつエンベロープの方も短くするとこんな感じになります。ちょっと高すぎか。こんぐらいかな。
はい、こんな感じでタムのような音色を作ることができます。ポイントはですね、こっちのディケイの方が長くなりすぎると音程が一定になるところにたどり着いてしまうので、だいたい同じぐらいの値にするのがタムっぽくするコツになります。というのがオートベンドになります。さあ、ビブラートですけれども、これは3つパラメータがありまして、レートというのがビブラートの速さ、デプスというのが、かかりの深さですね。これも半音単位になります。そしてですね、ディレイというのがかかり始めるまでの時間というののコントロールになります。で、このセッティングだとこんな感じになります。しばらく経ってからビブラートかかってますね。これ遅くするとこんな感じですね。で、かかりを深くするとこんな感じになりますね。ディレイをなくすと最初からかかり始めると。はい、このイグノアズホイールというパラメータなんですけれども、これはちょっと分かりにくいかなと思うんですけれども、ですね、これをチェックを外しておくと、モジュレーションホイールの値を尊重するという設定になります。ややこしいですね。ですね、どういうことかと言いますと、まずですね、この状態、ホイールを無視しないという状態で音を出すとビブラートかかんないんですね。で、モジュレーションホイールをこうやってグイッと持ち上げると、そうするとビブラートがかかると。もうちょっとこの方が分かりやすいかな。はい。ですね、もともとモジュレーションってこういう使い方をするものなんですよね。そうなんですけれども、長いノートには必ずビブラートをかけたいっていうね、個人的にそういうシチュエーションがね多いんで、いっそのことを無視するパラメータつけようと。これつけると、ですね、モジュレーションホイールがずっと0でもビブラートがかかってくれます。長いノートに必ずビブラートかけたいという場合にはこれオンにしておくといいですね。逆にディレイの具合を細かくコントロールしたりとかね、かかり始めを自由にコントロールしたいっていう時には、このディレイとかでね手抜きせずにこうやってねパラメータを細かくいじってかかり方を調節するといいんじゃないかなと思います。ということでですね、マジカル8ビットプラグの基本的なパラメータについて解説してまいりました。次はですね、こちらのアドバンストオプションにあるですね、このカスタムエンベロープの話なんかをしていこうと思います。よかったらですね、チャンネル登録なんかよろしくお願いします。それではまた次回。